皆様お久しぶりです。まここです。こんにちは。はい、それではですね、今日もヨギックオラクルカードで3択を行っていきます。ではですね、今からシャッフルをさせていただきますね。いかがですか？もう2月のですね、後半になりました。あとは春を目指して3月に向かっておりますね。1月2月この2ヶ月間はどんな風に過ごされましたか？これから新しく世界が変わる、新天地に向かってですね、社会人になったり進学をされたり、さまざまなことが起こるような時期になったかとは思います。で、今日はですね、2月の20日からそれから2月の28日まで約1週間、月末までのですね、あなたにとっての過ごし方、これから春に向かってのですね、心準備というものに関しましてですね、占いをさせていただきたいと思います。で、このヨギックパスのオラクルカードというのはいつもですねご案内させていますけど、ヨガの哲学に基づきましてこちら作られているカードなので、ちょっとですね占いというものでは違うんですね。自分自身の先入観だったり、何でしょう、迷いに対しましてダイレクトに宇宙からのですね答えが出るというようなものに近いです。ごめんなさい、今日はちょっと乱れに乱れてますね。はい、もう一度切っちゃおうかな。とカメラアングルはですね、私も頑張って勉強しまして、ちょっと上から撮れるようにという風にしちゃいましたら、まだまだ未熟者で慣れないから手つきがいつもより雑になってしまってごめんなさい。はいはい、それでは2月の20日まで皆様がどのようにこれから春に向かって自分の心を整えていくか、それからどのように結びつけていくかということでですね、宇宙のエネルギー、それからヨガの H をいただきたいかなと思います。で、もちろん3択でございますので ABC と行います。で、基本的にですねオラクルカードというのは1枚引き、イエスノーをはっきり出すという方がいいんですね。なので、今回も3択で行いたいと思います。直感で選んでみてね。まずちょっとこうやって切っちゃいましょうかね。はい、こちらが A のカード、こちらが B のカード、そしてこちらが C のカード。A、B、C になります。さあ皆様、どれを選んでいただけますか？お決まりになりましたか？では A のカードからこちらからお力をいただきましょう。開きます。はい、A を選んだ方、おめでとうございますというような感じですね。
これはダルマのカードと言いまして、すべての、今あなたに対しましてすべてのものが、宇宙からのですね、すべてのものがうまくいくというようなお知らせでございます。見えますでしょうか？はい。このね、この三角形になっているところは、まあ大体想像がつくかなと思うんですが、この宇宙のピラミッドとかそのようなものと同じでね、宇宙からのエネルギーを受け取る形なんですね。でここに蝶々蝶々蝶々ってご存知のようにね、幸せ運んでくれるものでございますよね。そして神様の使いとも言われていたりとか、そういうものなんですけれども、で飛び立つ、こうやって飛び立っていってる、宇宙に向かって、空に向かって、あなたのエネルギーをどん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 幸せの方向に放出しているというような感じです。でもちろんこの色使いもとても綺麗ですよね。この虹色で、夢のような色使いで、お花にも周りにお花もたくさんあって、でこの方のですね、お顔も見ていただければ、いわゆる仏教でいうとちょっと五光というんでしょうか、そういうのも指している状態だし、あとはお召し物も全部虹色になってね、とっても綺麗な状態なんです。でこのカードというのはですね、あなたの果たすべき使命というような、大々的なね内容にはなるんですけれども、ただあなたは人生の目的を果たすために道を歩んでいます。これからね、人生の目的を果たすために、おそらく春に向かって何か新しい新天地に向かって今ですね、意気揚々としている、不安もあれば幸せの思い、危機としている状態かなと思います。で自分がね、この世界に生まれた理由を知ったっていうような内容になるんだけれども、ただあなたが持っておられます才能を使って広く広く世界に貢献する準備ができてきましたよというような素晴らしい内容なんですね。で今まであなたが直面してきた困難、それから悩み、苦労、挫折、すべてのものがこれから報われて形になっていくというようなメッセージですね。でそれをですね、最高なものとするように、あなたもこれからまた一歩ずつ、新しく一歩ずつですけれども前進をしていただけるように過ごしてくれたらいいかなというようなメッセージですね。今まで頑張ってきた甲斐ありましたね。さらにいい方向に向かいますよ。これが A のカードでした。ダルマの聖一です。はい、 B を選んでいただいた方、こちらもね、すごく色彩はとっても綺麗だし、何とも言えない美しい女性の方ですよね。でこれはテージャスというカードです。テージャスというのはですね、これ聖地であれば、知性とかそのような意味なんですね。で聖地だったら、例えばリーダーシップに、持ってる方とか、常にですね、自分が誰かを率先して前に立って積極的に動くというような感じなんですが、今回はねちょっと逆位置なんですね。で今日の占いっていうのは2月のね末までなんだけれども、ちょっと一生懸命に走りすぎたんでしょうか。
今年なのか、今年に入ってからかな、それとも例えば学生様だったらね、就職に向かって就活だったり、そうだな、進学をされる方だったら受験に向かってとかですね、いろんな意味でいろんな今切り替えの時期であるから、皆さんがちょっとようやくいろんな結果が、自分が行ってきたね結果がそれぞれ出てきていると思うんだけれども、がむしゃらにやって一生懸命にもうやってですね、そして周りのみんなにも影響を与えるようなリーダーシップのね方だからね、率いる、能力もあったり、ただし少し疲れちゃったっていう感じかな。もう見ていただくか分かるようにね、この女性少しもうお顔がねちょっと疲れたなっていう感じにも見えますよね。で、静かに過ごしたい、静かなところにいたい。で、手もねこんな感じで、ちょっとだらんとして、少しのんびりしたいなという感じのお顔もねされてるかなと思うんです。で、だからそうですね、今ね少し疲れ気味であったり、いい意味での疲れだったり、若干その苦労をされた何かがむしゃらにやり尽くして燃え尽きなんとかじゃないけども、そういうところも出てきてしまったのかな。で、ただあなた自身はですね、他人が羨むほどのエネルギーを持っておられるから、頑張りすぎて燃え尽きてしまうということもね多々あるけれども、しっかりとねこれから月末まで休んでいただいて、十分に休んでいただければね、こちらも元気を取り戻して、そしていつものあなたのようにですね、またエネルギッシュな自分の性格だったり性質だったりにね徐々に戻るから、焦る必要はないです。なんていうのかな、あなたは愛の戦士でもあるけれども、別にあなたがいつも周りに光をね与えなくてはいけないという、光を与える人でなくてはいけないという、ギブではないからね、そこのあたりはそこを切り分けてしっかりと考えた方がいいかもしれないですね。重荷をね、世界のって言ったらちょっと大げさだけれども、世界の重荷を一人で背負うような感じ、全てのものを自分が一人で背負って何とかしなければというようなね感じでなくてもいいです。で、一つアドバイスするとするならば、これはね仕事って言っても、仕事っていうのは本当のお仕事っていう意味も含めてもそうだし、例えばご家庭の家事とかそういうのも全てね、全部のことね、で子育てもそうだし何でもそうなんだけれども、自分一人で抱えない、分担するというのが今は大事ですね。はい。で、自分の役割は役割で果たさなければいけないけれども、全部の役割はもう誰だってないはずですから、あとのね他の部分はどうか誰かとね分かち合ったり分担し合ったりして、うまく乗り越えていってください。きっと休むことによって全てがねまた回復していきます。元気になりますから安心してください。はい、これが B のカードでした。はい、C のカード、よくね皆様がねご覧になったことあるかな。仏像というかですね、こちらブッダ、お釈迦様ですね。お釈迦様と同じではないけれどもブッダ様ですね。とっても美しいですね。でもちろん蓮の花に乗ってこのお顔はご存知だとは思う、全てをね悟っているような感じにちょっとですね癒されますね。で、それでなんですけれども、今回はね、これが逆位置なので、
本来聖地であればこれはですね、覚醒目覚めというような意味なんです、カード自体はね。でいわゆるそのブッダというとこの方お釈迦様だけを指すかというふうに捉えがちだけれども、そうではなくて人類すべてのもの皆が自分の中に、ブッダの要素があって覚醒をするというのもあるわけだから、人それぞれ各自がブッダであるというような、ヨガ的なね、そのようなヨギック的な哲学ではそのようには説いております。自分の心の中に、内面の中にあるものです。で今回はね、これが逆位置なもので、若干ねやっぱりちょっと何て言うんでしょうか、そうね、現代的にきらびやかな感じですよね、この現代というのは。ただ何でしょう、その本質的なものっていうのが今はね見落としがち、見えなくなっている。本当のことは何なのか、真実とは何なのかというね、ちょっと壮大なねお話になっちゃうけれども、そのような面が今ねあなたにとって、悩みだったり少し心に引っかかりを感じているところもあるのじゃないでしょうか。でこれがですね、物質的な価値観にとらわれすぎて、それも悪くはないんだけれども、どうしても物質的な価値観にとらわれすぎて、そればかりにジャッジをしてね、その持ってる持っていない、買える買えないとか、保持する保持しないとかいろいろありますよね。でそればかりに価値観にとらわれていて、周りのものと比較をして苦しんだりとか、自分にとって必要でないものを必要としている執着をしたりとか、何かちょっと焦ったり見失っているような感じでありますでしょうか。であなたの存在というのはそれがなくてはいけない、そのものがなくては手に入れなくてはあなた自身の存在価値がないということではないから、そういうねことももちろん必要ですよ、現代に生きるためには。ただね、あまりにも本質的なものから離れてしまうと、自分自身がね疲労困憊したり、逆に人様に対しましてですね、やっぱりマウントを取ってしまうケースが多くなったりするのかなと思いますから、少し今この月末まではね、自分の内面に向き合いまして、できましたらそっとね静かに過ごせるようなところにね、自分だけの世界を持つ瞬間が必要な時期でもあるかなと思います。でこのこのですねカードの中の意味の中にはね、木の枝があなたが見落としている真実を語ってくれるでしょう。何も持っていなかったらどんな人生になっているのでしょうかというような問いかけがあるんですね。でそれがございますからね、あなたに今宇宙からのメッセージというのは、今回のこのカードのメッセージは、もう少し自分に縛り付けている本来不要なもの、本質的なものを見抜いて、本当の意味での自由、あなたの本当の意味での自由を手に入れるためには、あなた様の、自由を押さえつけているものがあれば手放しましょうというような内容です。たまにはですね、一人になったり、あとはいろんな意味でのデトックスだったり、デジタルデトックスもそうだけれども、そういう時間が必要かなと思います。で春に向かってまだまだ気温的にはね寒かったりしますけれども、できるだけね外に、ちょっと出られて、そして空風、いろんなところを自然はね
直接感じるっていうのがいいかもしれないです。はい、こちらが、C のカードでした。本日も最後までご視聴いただきましてありがとうございました。まここチャンネル、もし楽しかった、それから今後もですね、ぜひ視聴をしたいというふうに興味を持っていただいた方は、どうぞチャンネル登録、そしていいねもよろしくお願いします。よかったらコメントなどもいただけたら励みになります。で、動画を始めたばかりなので、随分と私がですね、見苦しい点が多くて申し訳ございません。もっともっと勉強します。で、本日は言い訳ではないのですけれども、手元の方に機材を置きまして配置しまして、それから、カメラのアングルというものを手元を映し出すという手法を真似してみたのですけれども、なぜかしら私はうまくいかずに、シャッフルしたりカードを切る時に当たったりして随分と飛ばしてしまいました。だけれども決してですね、信念は変えずに頑張って宇宙のメッセージを読み込むようにしておりましたので、その占いに関しての結果というのは何も問題がございませんので、ご安心してくださいませ。また次こそはそうですね、もっとうまくなれるように私も頑張りますので、ぜひとも皆様お付き合いいただけたらと思います。ではまだまだ寒くなりますので、どうかお体ご自愛くださいませ。ごきげんよう。